なんか喉乾いたな、飲もうかなと思ってコップ置いとったんや、こうやって下にさ、そしたらこうやって手出そうとしたら、なぜかこの空中らへんで渡されて、これ飲んで、ありがとうっつって。誰？皆さんこんにちは。こんにちは。あさきラジオのお時間です。あれ、マイクしとったなんか無意識でもうしとった何しとった？無意識でマイクしとった。無意識あれ、マイクどこ行ったって今焦った慣れってすごいね。すごいね。知ってる人は知っているどこだっけ？談合坂だっけ？確か談合坂だった。談合坂だったような気がしたけどそこでお迎えした子たちですそっちでかいよねでかい。これやでねでかい。将来にゃんこかったらさ、遠征でもさ、それで連れてけるといいよね。ね。遠征行ってさ、なんかお家に一人ぼっちでかわいそうでさ、ちょっとなんか喉が微妙にやばい。大丈夫？今日のお供は甘くないシークワーサー。あ、それシークワーサーだったの？シークワーサー。ただのみかんかと思った。シークワーサー。シークワーサーに水入れただけ。甘くない。甘くない。甘くないのがいいです。ってことでラジオなんです。まあいつも通りね、ダラダラとまあほとんどいつもね 2,3 個なんでこれではやってきますかね。はい。ほんとトレウチにやんないとね、なかなかできなくてね。今も本当はやりたくないの。やりたくないの。やりたくないって言い方おかしいけど、やることがいっぱいありすぎる。他に。でも言い方がダメでしょ、それじゃ。いきます。はい。はい。30代女性、守護様の守護星、魂は一回きりなのでしょうか。そう思うと寂しくてなりません。これからもう2人ご自愛くださいませ。名前言ってなかった。猫パンチさん。猫だから猫パンチすごいね。まあね、守護様人生は一度きり。残念ながら。ね、その面試部の方でね、世シリーズを出してるんだけど、多分公開されたのは2までかな。世シリーズ。一応、撮影は終わってるんだけど、編集ができてないだけです。っていうだけなんで。だからまあ、その時にね、内容をここでちらっと言うと、やっぱ、いろんなリスクとデメリットっていう言い方おかしいんだけど、守護様になったら輪廻から外れますっていう説明もね、ちゃんと受けるからさ、その覚悟やね。本当にこのつい手前出したさ、木の精霊のこの話だったけど、まさに覚悟だよねっていう。もういろんなご意見いただいてさ、もう人それぞれの感性だから何とも言えないよねって。答えはないよねって。あの時もだいぶ悩んだもん俺。でもやっぱ本人が決めることだし、それを周りがこうした方が良かったんじゃないかって言ってもそれは、ね、どうしようもないし。だから俺はあの時もこうした方がいいんじゃないかじゃなくて、こういう状況を選んだらこうなるよっていう、大体こうなる結末があるからねっていう助言をしとるから、これをしなさいは言ってない俺。まあ記憶、覚悟ね。本当にきつかったあれは。比べるわけじゃないんだけどさ、やっぱそれなりのきつい人生というか選択を今までずっとしてきてるもんで、だから難しいな。なんか言い方が失礼な言い方だけどさ、俺以上苦しい思いをしてほしくないってのは大きいかなって、辛いことはっていう。まあそれを置いといて番宣です見てない方はいやそういうわけじゃないけど、ね、
まあ覚悟の話、守護様は一度きりだけどっていう。本人によってさ、やっぱ捉え方も違うしさ、感じる感情ってのも違うしさ、地位の人生を愛知が歩んだらとか他の人が歩んだら、まあほぼほぼ生きてはいないだろうって思う。同じ結末を迎えるとは限らんじゃん。同じ人生があったとして100年選んだら、ほぼ100通りの人生だよねっていう。それぞれ終わってるかもしれないし、もうなんだろう、逃げてもう人生積んでるのかもしれないし、それこそ自分のね、人生を終わらしてる可能性もあるしね。だって1位はまっとうに生きてる、その嘘つきたくないっていうかさ、それでも自分を押し殺してやってればもう少し普通の生活になってたかもしれない、他の人だったらね。まあ仕事でもそうだったね、違うことを違うってさ、上司だが部下だが真っ向勝負しとったから、だからその時点でもう全然違うもんね、そこは外せないとかあるじゃん。そう、気持ち悪いんやて、嘘つくと気持ち悪い、あいつも無理、無理ってことで次いきますいい？あ、これ終わった？終わった？要は守護様は一度きりの人生って、何人もにつくけどってことだよね。そうそう、その人気のせいか今なんか目には見えなかったけど変な気配が今したから、下手したらこのカーテンの後ろかもしれない、今ゾクッとしたもんで一瞬。はい、50代女性なあちゃんさん。なあちゃんさん、はい。遠方のお墓を移動させる方法、佐賀県から愛知県へ。させる方法、まあ一般的にはそのお墓にお寺さんとかにお願いして魂抜きをするんだよね。で移動させたとこに魂入れっていう形をするんだよね。でその中の今はどうか知らんけど、その宗派とかによっていろいろ違うからあれなんだけど、一つの宗派で言えばそこのお墓から魂抜きをして、その魂を抜いたお墓のとこから遺骨とかあるやんか、ある程度集めて、でそれを持ってって新しいお墓のとこに入れて、でもう一回魂入れをするっていうのが一般的なのかなっていう。一般的、その決められた普通的なルールっていうの、ただ俺の観念から見たらその距離の感覚っていうのはなくなったらあんまりないんだよねっていう。じゃあちゃんと骨を持っていけば、持っていってそのないがしろな扱いをしなければ問題はないのかなっていう。でちゃんとそこに思いを残すというかさ、ここに移動させるよっていうことを伝えないと、あれねえやんみたいな。そうねえやんって、だからお墓のお盆の時期にお参り行くやん、そしたらその幽霊の方にも言われたことあるから、ちょっとうち帰ってきたのに何々家のもんだけど家あらへんけどみたいな話で周りに話してるんやって、その幽霊同士で話してたり、それこそたまたま俺が喋れるもんで、輪に入ってくる、輪に入ってきてさ幽霊いっぱいいてさ、俺生きた人間で喋っとんだよ多分その方さ、俺見てさどう思ったんだろうね。同じ幽霊仲間だと思ったんかな。思ったんかもしれんよね。ほんでさすがに俺そんな近所とかみんなわかるわけじゃないからさ、あ、そういえばあの方引っ越したよねって言うと、あ、そういえばなんか息子さんが結婚してなんか嫁夫婦お父さんお母さんたち一緒に住むような話になったぞとか、そんな話になってくる、情報の交換の場になる、そういう時が。やっぱ幽霊、になってもそういう情報って聞くんかな。なんだろう、聞いてるから、その場で聞いてるから。だって今守護様しかいないけど、その普通の浮遊霊でもちゃんとしたしっかりした記憶のある方はあるんやって、そのまだちょっと出してないけど、その浮遊霊さんに会いに行ったやつとかもあるんだけど、それでもちゃんと普通に喋っとったでしょ、で会話が成り立ってるでしょ。愛知は聞こえなくても俺の言ってることとつじつまが全部合ってるでしょって、俺が独り言言っとるようでもちゃんと会話が成立する内容になってたでしょ、あれを俺が一人芝居でやれって言ったらえげつねえよどうやって寂しい人やぼっちやるぼっちね。だからそういうね、浮遊霊の方だろうが何だろうが、ちゃんとそういう意思疎通のできる方は存在する。そういう方たちは
大概成仏しとるんやて。大概では。よっぽど意志が強いとか意味があってしてない人もいるけど、でもそうやってお盆に戻ってくる方は、まあそうやって情報交換する。そうすると、霊道っていうとこを使って、行くんやって、自分の家がない同士をうろうろする。で、近所で聞いたり、またお墓に戻ってくるやって、やっぱ、犯罪者は現場に戻るじゃないけど。ちょっと違くない？違うけど、なんか心配になったらさ、元の場所に戻らん？なんか忘れ物したらさ、出てったらさ、同じ部屋戻って。戻ろうってなる。一旦戻れば思い出すかもみたいな。そう。そんな感じで戻ると、まだ後組とかが来て、ちょっと俺こういうもんだけど、つってさ、うちの家ないんだけど、みたいな話になって。犯人は現場に戻るとちゃうやろ。ほんで、話がついていくと、どこどこ県とか、まあ、何々とか、昔の言い方だと肥後とかさ、そういう地名を出すもんで、じゃあちょっととりあえず行ってみるわ、みたいな感じで行って、向こうでまた交流が始まる。だから逆もあったよ。青森の方がこっち来て、何言ってるかわかんない。そういうことか。ちょっていう感じで、で、言葉がわかんないから、今度は電話っていうか、掴んで、意思を読んでたっていう、そういう現象もある。そうか。そういえば、つい最近引っ越してきた方いたよね、つって。なるほどね。こういうような方で、名前はちょっと忘れちゃったけど、つったら、とりあえず行ってみるわ、みたいな感じ。なんか、幽霊の橋渡しもしとったな。名乗るの？名乗るよ、幽霊の人は。守護様は名乗らない、名乗らない。幽霊の方が絶対じゃないよ。名乗る人は名乗るけど、名乗らない人は名乗らないから。そりゃそうや、他人だもんね。他人だから、そんな簡単に触れない。名前言わなかんのって。そう。だから、名字とか言う人はたまにいるよ。ないないだけど、ちょっと、っていうのはあるけど。でも、幽霊から、まあ、幽霊言っとるけど、亡くなった人から、守護様は見えないんだよね。亡くなった方から守護様見えない。見えないね。役は見える。役は見える。幽霊同士も見える。見える。だから、亡くなったら守護様に挨拶してお話したいっていう、正直無理なんやで、やっぱ。亡くなったらさ、亡くなったワンちゃん、ニャンちゃんも見えるわからん、それは。守護さんおる今。おるけど、なんて聞くの？亡くなった後に、その成仏するまでの間でもいいんだけど、猫とか犬とか見えてるのか？絶対ではないけど、らしきものは見たけど、それが死んでるかどうかはわからないって。要は幽霊の状態ででしょ？幽霊の状態で亡くなった愛犬だとかさ、そうだね、野良でもいいんだけど、それを見れるかどうかって話でしょ？微妙に首かしげとるね。判別が難しいのかな？圧倒的に数が少ないから難しいんじゃない？今はちらほら見るって。守護になった状態だから。ちょっと難しいな。ちょっと判断は難しい。幽霊はちょっと違うそう、目線が違うから、ちょっと難しいかな、判断は。微妙です。それは。花ちゃん元気かな？相変わらずシャーシャービシビシやるかな。触ったことある？花のこと。花ちゃんに関しては顔近づけるとすんごい目見て、いきなりシャーって言うらしい。じーっとこうやって見とって、シャーって言ってるらしい。で、シロちゃんの場合、白い猫っつったもんで、白い猫の場合は、なんか、こう、牽制しながら回りながら逃げてくって。だから触れたことはないんだって。らしいよ。面白い。そうなの？チーにも試すようにさ、後ろトンってやってたじゃん。初めてね、愛知のご実家行った時に、なんか気配を感じたら、後ろからドロップキック食らったっていう。で、慌てて振り向いたら、白い塊っていうか、まあ猫なんだけど、ブワー走ってって、なんじゃありゃっつって、で、その時に愛知とお母さんに聞いたよね。今こんなもんに、にゃんこだと思うんだけど、ドロップキック食らったっつって。その時の俺、シロちゃんの話って聞いてないっけ？聞いてない。まだ聞いてないよね。うちに、花ちゃんっていうキジトラのにゃんちゃんはいるって話は聞いとったけど、シロちゃんの話は全く聞いてないんですよ。
だから結構そういうところがあるから、こうやってなんか、牽制するみたいになんかこうやって回りながら、本能的にそういう風なんかなっていう、守り体制で警戒体制で、でも悪い人じゃないな、みたいならしい感じかなってだそうです、はい、これでちょっと信憑性が出た。何の信憑性？いや俺のいやだからシロちゃんの生態を知る前にシロちゃんの生態を話したからっていう。いや信じとる人はまあいいか、そういうもんだと思っとるから。だってずっと一緒におるからさ、そういうことなんか日常茶飯事だからさ、日常的にあるからね。なんか疑うっていうのがよくわからない、逆に。俺的には初めて実家行った時のドロップキックにはさすがにビビった。動物になぜそこまで俺がされんといかんだよって。かなりね、俺動物好かれるタイプだよって。それなのに、あんなことされて、どこのドイツだみたいな。初対面でしょ、しかも後ろからのドロップキックでしょっていう。でもその1回でしょ？ 1 回だけど。大丈夫だなと思ったんじゃない？で、その後は遠巻きになんか見てる感じがしたかなっていう。でも早いなっていう感じ。試したやろ、多分。それで、なんだとかってやったら、もう、こいつダメだと思うんじゃない？クソなんだ、もう振らせろと思ったけど、俺。なんだったら肉球触らせてくれたら許したろなって。ねえ。50代男性、タイガーマスクさん。古いな。個人鑑定とかは受け付けているのでしょうか？義理の姉から嫌われているようで、改善策などがあればご教授願いたいです。また、親しくするべきではない、など。個人鑑定に関してはね、今の現在では受け付けてない。よっぽどのね、お約束してる方とかね、まあちょっとご縁がある方とかは、ちょっとやらせてもらってるけど、今後的にやるかもだからね。おこちょちゃんだからね。かも。で、姉とかさ、近しいとこってさ、もう、ただ単にいじめたいのもあるしねっていう。あとはレッテルっていうかさ、マウント取り合うとかさ。義理の姉。義理の姉。まあ余計かな。義理がつくと両極端になるよね。嫌うか好く。ただの妬みかもしれないしね。そう。だってさ、収入がさ、大きい小さいだけでさ、妬み嫉妬に変わるじゃんか。そうなんですよね。兄弟とかさ、そういうので結婚してさ、そしたら長男と次男がいてさ、お互い結婚してました。そしたらその次男の方が給料がいい。そうするとマウント取り出してさ、嫁の方が無下に見るよね、長男夫婦を。そういうこと普通に起きるからさ、まあある程度見なきゃ分かんないんだけど、相手が嫌っとるならわざわざこっちがさ、歩み寄る必要はないと思っとる。ないと思う。労力無駄。無駄。無駄無駄無駄。テブ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 。でかいよな。デブ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 。うちデブちゃうね。ふくよか家。これ？ふくよかこれ。ふくよかですか。ね。かわいいね。はい、いくよ。もう1枚ぐらいいける？はい。では、ラスト。50代女性ゆかさん。はい。祖父が亡くなってから不思議なことがあり、部屋の真ん中に寝ていると天井から水滴が落ちてきたり、3日続き祖父が近くにいたのかなと思いました。まだいろいろ経験談あるのですが、祖父のことが気になります。大丈夫？余題じゃない？祖父が上から覗いとってたらー祖父のよだれ。まあ実際的なそれがその亡くなったね祖父の場合だった時ね、は霊力強いねって、要は干渉できるっていう状態ではかなり強いんだけど、まあそれだけでね、その霊現象っていう言い切るのは難しいのかなっていう。しかも水滴っていうのはどういう風に何を落としてんの？やっぱ唾液？汗？難しいのかな。なんか水滴？まあ科学的に証明しようっつったらいろいろできるけどね。中央部でしょ？部屋の中央部でしょ？部屋の真ん中。真ん中でしょ？
だったら密閉空間と気密性のことを考えると、そこの水蒸気が集まって中心部にだいたいライトとか点があるやんか、でそこに一点集中になってポタって落ちることはあるよね。それはあり得るけど、だから何でもかんでも霊現象にはできないかなって俺にしては。それが端っこだとかそういうのだったら、じゃあとりあえず水道周りどう、あと雨とか雨漏りはって考えたけど、中心部でポタリならその可能性が結構大きいかなっていう。いろんな箇所でだとちょっとわからないけど、そう、なるほど。これは現場検証とかそういうのになる、俺にとっては。あとはこの型自体がむちゃくちゃ強くて具現化してるとかおじいちゃん、祖父が好きで、で会いたいと思ってたら、その美精霊ちゃんが気に入って、合わせる合図みたいな感じ。なるほど。そういうことある？まあ実際会いに来るわけじゃなくて、美精霊がそれを模したりね。ちいち経験あるって？何を？そういう何か、水滴じゃなくてもいいけど何か当たるとか。当たるものが飛んでくるとかは普通にあったけど。物が飛んでくる。あとは美精霊に普通に腕掴まれるとか、そんなのは別に全然あるから。前コップ渡されたって言っとったよね。ゲームやっとって、なんかあったな。普通に受け取って飲んでありがとうみたいな。あったな。なんかそうやって言っとったよね。あったな、それ。よくよく考えたら、んだよね。誰みたいな。そう。しごさんかもしれんしね。それは分からんな。無意識だったから、あれは。ちょっと別だね、ちいちは。なんか喉乾いたな、飲もうかなと思ってコップ置いとったんや、こうやって下にさ。そしたらこうやって手出そうとしたら、なぜかこの空中らへんで渡されて、これ飲んで、こうやってありがとうっつって。誰？っていう感じはあったよね。まあそんな感じで、いろんな不思議なことがありますよって。みんな体験してるけどさ、あんまり言わないのはやっぱ変な風に思われたりさ。するんやて。気のせいとかね。それで済ませるんやて。だって物理現象でさ、その証拠じゃない、物理現象として、あり得ることだから、あり得ることも結構あるじゃん。霊的ではなくて物理の法則とかそういうことでしょ、科学的なことを証明できちゃうことのもあったりする、あるから。昔あいちも小学生の時にその後ろからトントンってされて「何?」って言ったら、その後ろにいた子たちが「え?」みたいなその「え?」の言い方がそのなんかちょっと笑い半分とかさあるじゃん、やっぱ小学生だから、それが一切なかったから「えマジで誰?」みたいな「マジで知らん」みたいななって、まあ嫌で終わった。でもそれがもしかしたら普通に幽霊だったかもしれないし、でもその子たちだったかもしれないっていう。はめとったかもしれないし。それは何とも言えない。いろんなことがありますと。はい。いうことで。気にしない。まあ俺の場合はやっぱ見えたりさ、それなりの知識があるもんで、理由をつけれるよねっていう。そんだけのことで。だからその現場とかそういう状況を見ないと、基本的にははっきり言えないかなって。相談とかこういう受けて答えるのは、その蓄積の知識が半端ないから、限りなくこの現象に近いですよねって言ってるだけだからね。絶対俺の言っとることが正解とは限らないから。ってことをちゃんとね。やっぱ納得する方がさ、スッキリするじゃん。そう。もやもやしてると気持ち悪いんやて。人間未知が怖いんやて。だからある程度さ、真実だろうが嘘だろうが理由つけて納得したらちょっとスッキリするんやて。だからいくつかそのちいちにこういう現象かもよみたいな3つぐらい出されれば、じゃあどれかなんだなで終わる。絶対一つじゃないやろ。俺何個か言うやろ。そう何個か言う。でその現象に基づいての原理を全部言うやんか。であなたはどの原理だ納得しますかみたいな。やっぱね心の問題ってのも大きいからね。ってな感じで本日はここいらで。次回のお供は誰でしょう。ではでは、クロニャンちゃん、かわいい。かわいいわ。夫愛ですよ。かわいそうに。では、お疲れ様です。お疲れ様です。